トレードをしている方に一つだけ質問させてください。次の3つ当てはまりますか？損切りはしている。利益確定もちゃんとしている。価値トレードもそれなりにある。もしこの3つに当てはまるのに資金が増えていないなら、今回の動画はかなり重要になるかもしれません。実はその原因、環境認識でもエントリーでもなく、利確のやり方にある可能性があります。こういうトレードに心当たりがある方はいませんでしょうか？例えば、ここでエントリーしたとします。上昇トレンドが出ているところで、一見普通のおしめ買いです。損切りはこの直近の安値の下、だいたい50ピップスぐらいです。利益確定の目安を100ピップスぐらい伸びたところにしましょう。損失幅と利益の幅が1対2ですので、リスクリアド2を狙ったトレードをするとします。エントリーして相場が思惑の方向に動いたので、価格が少し伸びたところで、よし、半分利確しておこうと一部決済します。残りは伸ばし続けます。はい、当初狙っていたリスクリアド2のポイントに到達したので、残り半分を利確しました。このトレード、一見とても合理的に見えますよね。ただこのトレード、本当にリスクリアド2でしょうか？例えば先ほど、この赤の水平線を引いたところで、一回利確を挟みましたけれども、この赤の水平線を引いたところがちょうど50ピップスのところになりますので、50ピップス伸びたところで半分利確したとします。そして残り半分を最初に考えた利確ポイントである100ピップスのところで利確したとしましょう。そうすると、このトレードの合計獲得ピップスは、まず50ピップスのところで半分利確していますので、0.5×50。次に100ピップス到達したところで残りの半分を決済していますので 0.5×100。このトレードの合計獲得ピップスは75ピップスとなります。今回は損切り幅が50ピップスですので、そうするとこのトレードのリスクリアードは 75÷50 で 1.5。つまりリスクリアード2を狙っているつもりでも実際のリスクリアードは 1.5 です。これだけでもトレードの性質はかなり変わりましたよね。ではここに勝率を組み込んで考えてみましょう。例えば今のこのトレードを行った人の勝率が 40% だったとします。そして毎回のトレードが今紹介したトレードと同じような感じでリスクリアード 1.5 だったと仮定してそのトレードを10回やった場合を見ていきたいと思います。こちらの表を見てください。勝ちが4回、負けが6回ですので勝率は 40% です。損切り幅は毎回同じ50ピップスとします。勝った時はリスクリアード 1.5 ですので、得られる利益は75ピップスということになります。そして負けた時ですが、負けた時は損切りを毎回きっかり50ピップスで行います。ですので、負けた時の損失はというと、マイナス50ピップス。トータルの損益を見てみると、プラスマイナス0となっています。つまり、トントンです。利確はしてるんですけども、資金は増えていません。補足になりますが、毎回のトレードで取るリスクは一定と仮定します。この動画ではこれ以降すべて同じ考え方で進めていきます。ではもう一つ、これもとてもよくある例を見てみましょう。先ほどと同様にエントリーして、損切りは今回も50ピップス。エントリー後、狙いの方向に動き始めました。少し含み益が乗ってきましたので、よし、少し利益確定しておこうと、例えば25ピップス取れたところで半分決済。はい。で、さらに少し伸びたところで、ここは一度落ちるかもしれないと言って、損切り幅と同じ50ピップスに到達したところで、また半分決済。残りはここから伸びたらラッキーだなという感じで最後まで持ちます。無事目標の100ピップスに到達したので、残りすべてを決済しました。狙った方向に動き出した。含み益も乗り始めた。ただ逆行してしまうと、それまでのせっかくの含み益がなくなってしまうから、少しずつ決済を挟んで利益を確保しておく。一見良さそうに見えますよね。でもこれを数字で見てみるとどうなるか。まずは今回のトレードの合計獲得ピップスを見ていきましょう。まず最初に25ピップス到達で半分利確していますので、その時点での獲得ピップスは 0.5×25。次は50ピップス到達したところでまた決済していますが、すでに半分決済していますので、その半分の半分ということで、ここでの獲得ピップスは 0.25×50。そして最後に100ピップス到達したところで残りのポジションをすべて決済していますので、ここでの獲得ピップスは 0.25×100。これらを足し合わせると50ピップスとなります。損切り幅は50ピップスですので、この場合、このトレードのリスクリアードは合計獲得ピップスを損切り幅で割って1となります。では再びここで勝率を持ち出して考えてみましょう。先ほどと同様に勝率 40% で今と同じトレードを10回繰り返したとします。すると結果がこのようになります。10回トレードして4回勝ち、6回負け、つまり勝率 40% です。毎回リスクリアード1のトレードを行うという前提ですから、勝った場合の利益はというと、勝った場合の利益は50ピップス。負けた時はあらかじめ定めた損切り幅50ピップスできっかり損切りしますので、負けた時の損失はマイナス50ピップスです。
では10回トレードした後のトータルの収益はというと、マイナス100。勝率は変わっていないのに、たった1回部分利確を追加しただけで、先ほどはトントンで済んでいたのが一気にマイナスに転落です。では一方で、同じリスクリアド1のまま、勝率が10%上がって50%になったとしましょう。するとどうなるか。こちらがその結果なのですが、10回トレードして5回勝ち、5回負け、勝率50%の場合の例を示しています。トータルの収支を見ると、やっとトントンなんです。勝率10%上げるって結構大変です。それでもトントンにしかならないんです。勝率50%って決していい数字ではないですが、悪くもないですよね。半分勝っています。で、これも勝率は決して悪くないのに資金が増えない典型的な例です。多くのトレーダーは勝率を改善しようとします。でも実際に起きている問題は、僕もですね、いろんな方からご相談をいただきますけれども、勝率というよりかはリスクリワードが崩れていることの方が圧倒的に多いと思います。ここで一つ質問ですが、皆さんご自身のトレードを思い出してみてください。皆さんは自分の実績のリスクリワードを把握していますでしょうか？この点ですね、動画の後半でツールを紹介しますので、今は一旦このまま進みます。トレーダーはですね、よく勝ちは細かく削り、負けはフルサイズ、一定額で受け取ると言われます。少しずつ利益確定を挟んでいくことを部分利確と言いますが、この部分利確を計画なしに繰り返すと、トレードは簡単に増えないゲームになります。やっている本人は少しずつ利益を確保して安全なトレードをしているつもりでも、実は勝てない数式を毎回選んでいるということになってしまうんですね。ただし、ここでとても大事なのは、部分利学が悪いわけではないということです。むしろ部分利学というのは、トレードの世界では非常によく使われるテクニックです。例えば過去に投稿したこちらの動画。この動画は全米投資選手権といってトレードの世界大会があるんですけれども、そこでチャンピオンになったガバダン・ガジャラ氏という方のトレードを紹介した動画なんですが、この方も部分利確を使うこともあると言っています。このようにトレード選手権でトップの成績を収めるような方でさえも使うテクニックなんですけれども、では何が問題なのかというと、問題は部分利確そのものではなく、部分利確の設計にあるんです。例えばトレードをする前に、どこで一部を利確するのか、どれくらいのポジションを利確するのか、残りのポジションはどこまで狙うのか、こういったことがあらかじめ決まっているかどうか、ここがとても重要になります。動画の前半で紹介した2つ目の例を思い出してみてください。途中でここまで来たから少し利確しておこう。ここは一度落ちるかもしれないから半分決済しておこう。といった部分利確の例を紹介しましたけれども、このように相場が動いてから都度判断しているケースというのは、利確が計画ではなく感情で決まっている状態です。そしてこの感情ベースで部分利確をするとどうなるか。自分ではリスクリアード2のトレードをしているつもりでも、実際にはリスクリアード1.5だったり、リスクリアード1だったり、知らないうちにトレードの期待値が下がっていきます。つまり問題は利確のテクニックではなく、トレード全体の設計なんです。例えば最初からここで半分利確する。残りはここまで伸ばすと決めておいて、その結果トータルのリスクリアードがしっかりプラスになるように設計されていれば、部分利確は全く問題ありません。むしろリスク管理の一つとしてとても合理的な方法です。ただし、これがとても重要なんですが、もし利確の位置やサイズをその場その場の判断で決めてしまうと、トレードは簡単に増えないゲームに陥ってしまうということ。感情を落ち着かせるための部分利確、プランなきとりあえず半分、リスクリワード計算をしていない利確の分割、これらというのは安心を買って期待値を売ってるということになります。そして今回の動画で一番伝えたいことはこれです。トレードではエントリーや損切りと同じくらい出口の設計が非常に重要になります。どこで出るのか、どうやって出るのか、出口を誤ってしまうと本来残る利益も残らなくなってしまうんです。そして出口の設計というのは勝率とリスクリワードの2つのバランスを見ながら作っていくことが必要です。これがトレードでトータルで利益を出していくための構造になります。ここまで理解できると動画の冒頭で提示した勝率は悪くないのに資金が増えないという現象もかなりクリアに見えてくると思います。ではここからはトレードをトータルで利益を出せる構造にするための4つの対策について部分利確の設計例も交えながら解説していきます。まず1つ目の対策は部分利確はしないというもの。非常にシンプルです。エントリーをする際に入る場所と損切り位置を決めると同時に狙うリスクリアードの目標を定める。そしてその利益確定の目標まで部分利確を挟むことなく引っ張るというものです。部分利確をよく設計せずに使ってしまうと、実は資金が増えるトレードになっていなかったというのは動画の前半でお話しした通りです。
であれば最初から部分利確はせずに目標地点でフルサイズで一本釣りをする。ただここで肝心なのは自分は一体どれくらいのリスクリワードを狙うべきなのか、それがわからないという方も多いかと思います。そういった方はこちらの表を参考にしてみてください。こちらの表は縦にリスクリワード、横に勝率をとって利益を出すためにはどれくらいのリスクリワードを目安に狙えばいいかを表したものです。この表の見方なんですけれども、例えば動画の前半で紹介した一つ目の例である勝率 40% の場合、利益を出すためにはどのくらいのリスクリワードが必要になってくるかというと、最低でも2以上が必要です。動画の前半で紹介した一つ目の例を思い出していただきたいんですけれども、リスクリワード 1.5 では終始トントンという結果でしたよね。ということは、リスクリワードがそれより低い1となると、利益は出ないということになります。また2つ目の例として紹介した勝率 50%、リスクリワード1の場合は、0、つまりトントンであることがわかります。これも先ほど確認した通りですよね。勝率が低ければ低いほど高いリスクリワードが必要になり、逆に勝率が 60% 以上になれば低いリスクリワード、例えば1でもトータルでプラスにできる余地があるということになります。自分の勝率はだいたいどれくらいかを把握する、または自分はこれくらいの勝率を目安にするということを定めて、その勝率でプラスになるようなリスクリワードを狙っていく。逆に言えば、この表の赤の領域になってしまうトレードは避ける必要があるということですね。ただこの部分利確は一切やらないという方法、そうは言っても目標地点までフルサイズで引っ張る握力に自信がありませんという方もいるかと思います。そういう方は2つ目の対策が鍵になります。2つ目の対策は、部分利確は事前にリスクリワード設計するというもの。相場が動いたのを見て、つどつど部分利確をしてしまうと、感情的に判断してしまう。気がつかないうちに資金が増えないトレードを繰り返してしまうということを避けるために、あらかじめどこでどれだけ利確するかを計画しておきます。ここでは勝率 40% のトレーダーを例にとって考えてみましょう。こちらの表にある通り、勝率 40% で利益を出すには、最低リスクリワード2が必要ですので、リスクリワード2のトレードを例にとって説明していきます。例えば、損切り幅を R と呼びたいと思います。R が50ピップスでも30ピップスでも同じです。そして損切り幅と等しい値幅だけ伸びた 1R のところで半分利確します。次に損切り幅の3倍と等しい値幅だけ伸びた 3R のところで残り半分を利確します。この時、この1トレードの全体のリスクリワードがいくつになるかというと、まず 1R のところで半分決済していますから、この部分のリスクリワードは 0.5 になります。次の 3R での半分決済分はというと、3R の半分で 1.5 ですよね。つまり、トータルのリスクリワードが2ということになります。勝率が 40% ですので、このトレードを繰り返すことができれば利益は出るということですね。ただ一方で、これを 1R で半分利確、2R のところでまた半分利確としてしまうと、動画の前半の一つ目の例でお見せした通り、トータルのリスクリワードが 1.5 になってしまうので、勝率 40% の状態でこれを延々と繰り返していても、資金は一向に増えないということになります。部分利確の位置をちょっと早めただけで、あっという間にプラス圏からトントンに落ちてしまいます。実際には手数料とかスプレッドとかトレーダー自身のミスや相場の不確実性などがあるので、非常に高い確率で資金はマイナスになっていくということが考えられます。ということで、このように2つの部分利確のやり方を比較してみると、事前のリスクリワードの設計がマストだということが分かっていただけると思います。で、ここまで2つ対策を紹介してきましたけれども、どちらを使ったらいいですかと思う方もいると思います。ここでは部分利確を使わない場合、使う場合のメリットデメリットを見ていきます。まず部分利確なしの場合のメリットなんですけども、これは事前にどこでどれだけ利確するか細かい利確のプランを立てる必要がないという点が挙げられます。また利確目標に到達した場合に最大の利益を得ることができるという点も特徴です。ここは念のため再確認ですけれども、動画の一番最初に説明した例を思い出していただくと、この例ではリスクリワード1で半分利確、リスクリワード2で残り半分を決済して合計獲得ピップスは75ピップスでした。一方で部分利確を途中で挟まなければ100ピップス丸々取れていたことになりますので、狙っている目標地点まで伸びた場合は部分利確を入れない方が得られる利益は大きくなります。で、一方のデメリットなんですけども、最初に決めた利確目標までホールドする握力が必要という点と、目標に届かずに逆行した場合は、最初に定めた損失全額を被る可能性が挙げられます。では、部分利確を使う場合のメリットはというと、最終の利確目標に届かずに逆行した場合も損失が少なくなります。つまり、利益を一部でも確保することで、精神的な安定剤になるという点が特徴です。
で、一方でデメリットはというと、最終利確目標に到達した場合は、部分利確なしの場合に比べて利益が減少するということ。それに加えて、事前にどこでどれだけ利確するか細かいプランを立てる必要があります。ですので、部分利確については、途中で安心を取りに行く代わりに、後半の忍耐が必要になります。先ほどの例のように、リスクリヤード1で安心を確保するなら、残りのポジションはリスクリヤード3まで耐えるといった必要性が出てきます。というように、このようなメリット、デメリットがあります。で、これに関しては、唯一絶対の正解というものはありません。自分に合った方法を使うことが大切です。例えば僕は部分利学なしの方が好きで、実は部分利学ってあんまりやらないんです。もちろんやることもあるんですけれども、フルサイズで最初に決めた目標地点まで引っ張ることの方が多いです。ただ僕の場合は部分利確をしなかったために、一時はリスクリアド2とか3とかまで含み益があったものが、一転して縦値まで戻るとか、損切りになるってことがあります。で、僕は結構0か100かの考え方が好きなんで、ダメだったらまた次やればいいやって考えるタイプなので、こっちの方が合ってるんです。で、このあたりは本当にいつもこのチャンネルで言ってることですけれども、自分の性格とかスタイルに合ったものを模索して、それを採用する必要があります。そしてこれが一番大事なことですけれども、どちらの方法を採用するにしても、事前に計画を立ててそれを守ることが大切。そうでないと相場の動きに感情的、反射的に行動してしまって、気づいたら利益を出せる構造のトレードになっていなかったということになりがちです。このあたりですね、どちらの利確方法が自分に合っているかを見つけるためには、過去検証では鍛えられません。過去検証では含み益を失いたくないという欲とか、負けてお金を失いたくないという恐怖と戦うことがありませんから、これらに対応するためには、実際の相場でリアル資金を使ってテストを行うフォワードテストというプロセスが必要です。過去検証とフォワードテストの違いについては、こちらの動画でお話をしていますので、フォワードテストをやったことがないという方は、この動画の後に視聴してみてください。続いて3つ目の対策です。リスクリアド2を狙っていたら、利確目標直前で失速。引き上げていた損切りにかかって、リスクリアド1で終わってしまった。含み益が出ていたけれど、相場の揺れ戻しで含み益が減るのを見た。本当はもう少し伸ばす予定だったけれど、早めに決済してしまった。計画通りにいかないことってありますよね。ここまでのお話で、部分利確を使う場合は、事前の設計が重要ということが分かっていただけたと思うんですけれども、それはあくまで計画の話。実際に利益を生み出すのは計画ではなく実績の利確のやり方です。事前に利益が出る構造になるように部分利確を設計したら、その計画通りに決済できたのかどうか確認する必要があります。皆さんは実績のリスクリアドを把握できていますでしょうか？実績のリスクリアドを把握するためには何が必要か。これはトレード記録をつけていく必要があります。一回一回のトレードが終わったら目標としていたリスクリアド通り取れたのか、自分はトータルで利益を出せる構造のトレード、この表の緑側のトレードができたのかをチェックするステップが必要です。わかりやすい例を挙げると、1ヶ月終了して勝率が 50% でした。決して悪くないですよね。ただ、資金はマイナスになりました。毎回のトレードを見てみたら、一様に実績のリスクリアドが1または1未満になっていた。これではどう転んでも数学的に利益が出ません。このように記録をつけないと、仮に1ヶ月、3ヶ月、年間の収支がトントンやマイナスだった時に、何が原因なのかトレースができませんよね。原因がわからなければ、どんな対策を打てばいいのかすらわかりません。対策が打てないので、状況が変わらず、同じような状態が続いてしまうってことになりかねないんですね。で、トレード記録については、このチャンネルでずっと紹介しているツールがあるんですけれども、ここには計画のリスクリアドと実績のリスクリアドを記入できる形になっています。なので、部分利確を使った場合でも、きちんと計画通りに利益確定できたのか、利益の出せる構造のトレードになっているかどうかを嫌でもここでチェックできる仕組みになっています。このトレードノートのツールは僕がオリジナルで開発したものですので、概要欄にリンクを貼っておきます。これまで実績のリスクリアドを把握していなかった方、トレードノートをつけていなかったという方は参考にしてみてください。では最後、4つ目の対策です。部分利確の事前の計画が大事なことは分かった。でもどうしても含み益を見ていると決済したくなってしまう。ちょっと値幅が乗るとそれを失うのが嫌で一部決済してしまう。こういったことに当てはまるという方は、この4つ目の対策参考にしていただきたいんですけれども、それが身の丈に合った取引サイズ、ロットサイズで取引するというもの。例えば皆さんがエントリーした後に相場が思惑の方向に動いたとします。値幅としてはまだまだ少ないんですけれども、例えばすでに収入の半分近くの含み益が出たとしたらどうでしょうか。一部でも利確したくなってもおかしくありませんよね。このように部分利確の2つ目の例で紹介したような、ちょっと値幅が取れただけで決済を入れるのは
運用資金に対してロットサイズ、取引サイズが大きい時にやりがちです。少しの値幅しか動いていないのに大きな含み益の金額を目にすると、もう十分な金額じゃないか。金額だけを見てそう判断してしまったり、例えばお酒が好きな人だったら、あのウイスキー数万円するんだけど買えちゃうかもとか、今度彼女と記念日の食事に行くときに、いつもの倍の予算かけられるかもとか、いろいろそういう川山用が思い浮かぶんですね。目の前の大きな金額に目がくらんで感情的に判断してしまいがちになるってことですね。こういった感情的に動いてしまって目先のお金は手に入るんだけれども、結果的に資金が増えないトレードをしてしまうということを防ぐには、運用資金に見合った適切なリスクを取ることが大切です。だいたい運用資金の1%から2%がトレードの世界の世界標準と言われています。動画の途中でトレードで利益を出すためには出口が重要というお話をしましたけれども、トータルで利益が出せるトレードができるようになるために、まずはしっかりと利益を伸ばすところまで伸ばすという基本動作を確実にできるようになること。これをですね、まず最初のゴールにしてみるといいと思います。細かい取引サイズの計算方法や計算ツールなどはこちらの資金管理の教科書という動画でお話ししていますので、参考にしてみてください。はい、ということで、利益確定も事前に設計をして、トレードでトータルで利益を出すための構造を作っていくことが必要というお話をしてきたわけですが、僕がトントンステージを抜け出した一つのきっかけがこれなんです。部分利確をしないようにしたのではなくて、部分利確をするときはしっかりと設計してからするようにしたです。繰り返しますけれども、部分利確はやっていいです。ただ問題はそのやり方。事前にプランニングしないと本当に容易に今回の例みたいになります。で、今回の動画の内容は、トントンステージをなかなか抜けられないという方、または期間収益が微損で終わってしまうということが多い方に当てはまることが多いんじゃないかなと思います。ですので、この動画を見終わったら、まずは皆さんの実績のリスクリアドをぜひ確認してみてください。もし今回紹介したように、利益が出る構造のリスクリアドになっていなければ、それを解消することが収支トントンを解決する糸口になるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。